よし、食った。おー、走る走る。よいしょ。よし。よいしょしょ。上がるかこれ。あらら。よいしょ。やっぱ沖の方には夢があるということで。いや、なかなかテンション上がりますね。はい、こんにちは、山です。今回は手軽に遠投のアジングができるドヒトミのイージーフロートワイヤーを使って遠投のアジングに行ってきました。というのも、僕の住む愛媛県は冬場は北西の季節風が結構ビューッと吹いて、ジグヘッド単体では釣りにくい時が結構多いんですよね。で、今回もちょっと風が吹いている状況だったので、あらかじめ用意していたイージーフロートワイヤーにフロートやタングステンシンカーをつけた遠投の仕掛けでアジを狙ってきました。いつも通り基本的な釣り方を解説しながらアジを狙っていきますので、ぜひご覧ください。今回の仕掛けはこちらになります。画面を一時停止してぜひご覧ください。さあ、それでは準備ができたので、早速アジを狙っていきます。今日はちょっと扁桃系のタックルということで、フロートつけております。シャローホリグのスーパーダイブということで、結構沈むのが早いタイプつけています。これでアジを狙っていきます。投げて、アジがいるであろう深さまで沈めていって、レールをカチッと返して軽く糸吹けを取って、風で結構ラインが煽られる。アクションをちょんちょんと入れて食わせの間、ちょんちょんちょんとアクションを入れて食わせの間、アクションと食わせの間を交互に入れながら探っていきます。よし、食った。一発一発。ちょっと重てえな。おー、走る走る。これ、なんだ、サバもしかして、引き的に。おっと、よいしょ。おっと、サバと思ったら、アジでした。余裕の尺越え、1匹目、釣れてくれました。レンジシュートフックに、ランダムを打って試作しております。ワンはイージーシェイカーの3インチ、アジの餌です。いや、いいですね。1匹目からいいサイズ釣れてくれました。31かそのぐらいですね。僕のメジャーが正しかったら。で、釣り方はまた同じように投げて、アジがいそうな深さまで沈めていきます。で、シャローフリークの結構早く沈むタイプのフロートを使っているので、沈めてそこの方まで行ってしまったら根がかりするので、その根がかりはしないように注意しながらやっていきます。よし。連発。重たい。これも多分尺ありますね。よいしょしょ。で、足元まで寄せてきたら、上がるかこれ。あらら。よいしょ。いや、ボンと。釣れてくれまして、抜き上げちょっと強引にやったんですが、なんかこれえらい大きいので40はないけど30後半ぐらいありそうなアジですね。釣れてくれました。ボンと。いやー、でっぷりして美味しそうです。さあ、2匹釣れてくれて、しかも両方とも尺超え。そのうち1匹は40近いサイズということで、いやー、なかなかテンション上がりますね。やっぱ沖の方には夢があるということで、割と遠投したらジグヘッド単体では釣りにくいいいサイズのアジも釣りやすくなるので楽しいですね。で、釣り方は投げてアジがいるであろう深さまで沈めていって、そして狙った深さまで沈んだらレールをカチッと返して軽く糸吹けを取って、そしてちょんちょんちょんとアクションと食わせの間を交互に入れながら一定の深さを手前まで探っていきます。そしたら食わせの間のタイミングでゴンとね食ってくれました。これもねちょっと重たいですね。多分尺はあるとも思います。多分でも海面滑ってきたんでそうでもないかもしれないです。あ、ごめん、ちっちゃかった。大きいとか言いながらこれはそうでもないですね。あら、サバだ。
サバが釣れてくれました。あ、落ちた。まあちょっと落ちてしまったんで、すぐに掴んだらリリースでもよかったんですけど、ちょっともう弱ってしまうので、これはちょっとね、痩せたサバですけど、美味しくいただきます。ちょっとね、サバもこれ細いかな。でね、サバ、やっぱり結構暴れるんで、ワームがすぐにポンと飛ぶんですよね。これが嫌なところではあるんですが、ちょっと交換します。さあ、サバが釣れてくれたんですが、ちょっとね、サバ、えらい細かったんで、前釣った大きいサバの時のようにテンションはちょっとあまり上がらなかったんですが、もうちょっとね、超えてるサバだったら、なんかもう速攻終わって帰って食べてもいいぐらいなんですが、結構いいサイズが釣れてくれたんで、もうちょっと頑張ったら、大きいサイズとか釣れそうなので、頑張って狙っていきます。と思ったら、なんか、ファーストフォールでラインが出て、ひったくっていって、なんか食いました。これは、サバ科の可能性がありますね。サバがキュイーンと引いて、おー、引く。よいしょ。おー、またサバでした。ファーストフォールで食っていってました。ラインをひったくっていきました。ちょっとね、サバがひったくってファーストフォールで釣れたんで、次は投げる方向を微妙にずらそうと思います。でもサバが広範囲で常夜灯の明かりのところを回遊していたら、アジより先に釣れることがちょっと多かったりするんで、ちょっと手強いですね。よし。狙った深さまで沈んだら糸を受け取って、ちょんちょんちょんとアクション入れて、リールを巻きながら食わせのまま。ちょんちょんちょんとアクションと食わせのまま交互に入れながら、当たった。かからなかった。ちょっと合わせを入れて浮いたんで、もう一回フリーにして沈めて、もう一回同じところ探ります。ちょんちょんちょんと。ワームずれたかな今ので。ちょんちょんちょんと。アクションと食わせの間を交互に入れながら。よし、食った。よし、食わせの間のタイミングでね、コンとね、食ってくれました。これはちょっと重たいけど。よいしょ。そうでもなかった。重たいって言ったけど、そうでもなく。よいしょ。そうでもなかった。一気にサイズがちょっとちっちゃくなりましたね。これは尺ないかな多分。尺あるなしですね。でもちょっとこれは顔が大きくて体が、小さいね。ちょっと痩せてるタイプのアジですね。もうちょっとメタボリックな脂が乗ったのが良かったですが。で、釣ったアジはエラの間からスッとハサミ入れて、パスンと。そして、しっかりと打ち抜けてます。またワームが吹き飛んだので、ちょっと交換します。さあ、そしたらちょっとね、ワームを変えるついでに、シンカーもタングステンシンカーに交換しました。タングステンの 10g に変えました。ちょっと、フロートでストーンと沈めていたんですが、フロートの玉が大きいので、結構潮の影響を受けてしまって、狙ったところに通せてないっていう感があって、割とサイズが小さくなったりとかしていたので、タングステンに変えて、そしてちょっと表層付近から速いテンポでポンポンと探ってみようと思います。なんか触りましたね。よし、食った。タングステンの 10g でちょっと表層なんか活性の高い魚がいるかなと思ってやったら、食いましたね、一発で。よいしょしょー。よいしょ。サバ、釣れました。サバですね。サバ、探っていきます。食いました。よいしょ、サバだ。よいしょ、サバ。これもサバですね。ちょっとね、また潮の流れが変わったので、シャローフリークのスーパーダイブのに変えました。サバがすごい食ってくるんで、小さいサイズ、もう食えないように、もうイージーシェイカーの 3.5 インチに変えました。これでいきます。もうでっかいサイズだけ食ってくれというやつです。ピューンと投げて、着水したら、フリーフォールで沈めていきます。よし。で、狙った深さまで沈んだら糸付けを取って、アクションと食わせの間を交互に入れながら、
さあ、ワームをでっかくしたんで、小さいサイズは吸い込みにくいという仕様ですね。大きいサイズは割と吸いやすくなるという。お、さっきまで当たっていたサバが全然当たらなくなった。サバが移動したかな？でもあれだけいたサバは消えましたね。よし、食った。よーし。あら、サバがいなくなったって言ったら、サバが食ってきました。さあ、そしたら、大きいサイズのアジが釣れたり、サバが連発したりとですね、なかなか豪快なアジング展開できておりますが、さらにサイズアップを狙って、いろいろと試しながらやっていきたいと思います。それでは頑張ります。頑張っていたら、一本いいサイズがドーンと釣れてくれました。40近いありそうです。このサイズまだ出そうなんで、頑張ってやっていきたいと思います。さあ、そしたら今日はクーラーがいい感じでギブアップ状態になったので、そろそろ終わりにしたいと思います。40センチ近いアジとシャクサバ、いい感じで釣れてくれて楽しめました。じゃあ、一旦家に帰ります。ただいま、帰ってきました。今日のうちで食べる分はこちらになります。一番大きいサイズを2本だけいただくことにしました。で、サバはこの撮影をする前に実はもう刺身でいただきました。めちゃくちゃ美味しかったです。いやー、実は我が家ではここ数ヶ月アジ料理が続いておりまして、もうちょっとアジ以外の魚が食べたいということで、サバは先にみんなで食べられました。で、今回はこの2匹のアジをアジしゃぶにしていただこうと思いますが、今日はちょっと夜遅いので、もうエラと内臓だけ出す下処理だけ先にやっていて、また後日いただこうと思います。で、まずエラを指でプリッと取ってやります。そしてお腹を出していきます。お、ちょっとこの辺り油入ってますね。そこまで多くはないけど、でも奥の方ではちょいと油が入ってますね。特に食べているものはあんまりないかな。でもお腹の方に油が入っているので結構美味しいかなと思います。そしてしっかりと水で血を流してやります。そしてキッチンペーパーでしっかりと水気を取ってやって、エラと内臓にキッチンペーパーを詰めていって、この状態で冷蔵庫で寝かせます。さあ、一晩冷蔵庫で寝かせました。で、今回一人でこのサイズを2匹食べるのはちょっと量が多いので、この1匹だけをさばいていきます。最初に鱗をしっかりと落としてやります。まず最初に頭をバスンと落としてやって、そして皮を剥ぐために薄く皮だけ切れ込みをスッと入れてやります。反対側も同じく皮だけに薄く切れ込みを入れます。そして3枚におろす前に皮を剥ぎます。背中側をつまんで、そしてピリピリと剥ぎます。そしてこの状態でスッと骨に沿うように包丁を入れて、そしてお腹側からも包丁を入れて、そして中心に沿うようにしてバスンと断ち切ります。いや、血抜きができてるんで綺麗ですね。身が真っ白。そして反対側も同じように背中側の皮をつまんで、いや、このサイズちょっと皮が硬えな。よいしょ。ビリッと剥ぎます。背中側からスッと包丁を入れて、次お腹側から包丁を入れて、真ん中でパスンと断ち切ります。3枚おろしできました。そしてあばらを
スッとすいてやって、でこの辺りも合わせてちょっと軽くトリミングしておきます。ちょっとだけ見割れがあるのが残念で、こちらも同じようにあばらをスッとすいてやります。でこの辺りも薄くトリミングしておきます。油がいい感じでノリノリで手がテッカテカす。そして血合い骨を頑張って一本一本抜いていきます。ちょっとね手間ですが、もう見栄え重視で今回も頑張って抜いていきます。そして薄く切って盛り付けていきます。前しゃぶしゃぶした時ちょっとごつめに切っていたら火の通りがあまり良くなかったんで、今回はちょっと薄めに切っていきます。これでアジのしゃぶしゃぶの下ごしらえできました。さあいい感じでお湯が沸きました。で今回は昆布で出汁を取りました。はい、それではいただきます。いやーめちゃくちゃ美味しそう。やっぱ寒い冬はしゃぶしゃぶがいいですね。お湯でシュワッと軽くしゃぶしゃぶして色がついたらポン酢にイン。おーいい感じで油が。さあお味はどうでしょうか。あ、めちゃくちゃうまい。これやっぱしゃぶしゃぶにすることでアジの余分な油が落ちてさっぱり食べれますね。今回のアジ結構油が入っていたんですが、そのまま食べると脂っこいところをこういう風に軽くしゃぶしゃぶするといい感じで油が落ちてさっぱり食べれます。うまい。ネギを入れるの忘れてました。いやーでも久しぶりにアジしゃぶしましたがめちゃくちゃうまい。すごいさっぱり食べれて、これはちょっと止めどなく食べれてしまうってやつで食べ過ぎ注意になりそうです。うめえ、最高。ネギも一緒にポン酢につけていただきます。これまたネギの食感と合わさってめちゃくちゃうまいな。語彙力がないのでうまいという言葉しか出てきません。でここでちょっとね、やっぱりこういういい魚があったらお酒も飲みたくなるということで、今回ですねちょっとこの新しいお酒用意しました。桜渦巻酒造さんの多聞天というお酒ですね。ちょっと珍しいお酒で、柱焼酎仕込みっていう昔ながらの日本酒の製法を再現したお酒になります。つい最近の新製品ということで買ってきました。それではお酒もいただきます。いやーこれもめちゃくちゃうまいな。しゃぶしゃぶの味を口に入れた瞬間にふわっと甘みが出るんですけど、この多聞天がそれをさっと切ってくれて次の一口がまた欲しくなるっていう感じのお酒ですね。香りもそんなに主張しないからアジの味そのものを邪魔しない食中酒っていう感じでめちゃくちゃいいですね。これこれうまくて止めどなく飲みすぎてしまうやつになりそうで、ちょっとね今回しゃぶしゃぶだけで食べるのもどうかなと思ったんで、ちょっと生姜醤油でも普通にしゃぶしゃぶなしでいただいています。生姜醤油で食べたら濃厚、すごい油を感じますね。でも油が入ってるの好きな人はしゃぶしゃぶせずにそのまま食べる方がいいですね。これはもう本当完全好みに分かれますね。
ちょっと脂っこいのが苦手だよという方はちょっと軽く湯通しして、そしてポン酢でさっぱりいただく。でちょっと油の濃厚さを感じたいんだったら、もうそのまま生姜醤油でちょんちょんとしていただく。好みによって食べ分けるのはいいかなと思います。ただ一つだけ言えるのは、どの食べ方をしてもめちゃくちゃ美味しいです。最高。そして日本酒も最高です。いや、めちゃくちゃ美味しい。最高の晩酌です。ということで、ちょっとね、お酒のペースが上がってだいぶ酔っ払ってきましたが、残りもですね、しっかりといただいていきたいと思います。ごちそうさまでした。ということで今回はドヒトミのイージーフロートワイヤーを使った円筒のアジングで釣った脂ノリノリの尺アジをアジしゃぶにして美味しい日本酒と一緒に堪能しました。風がちょっとビューッと吹いていて、ジグヘッド単体では釣りにくい状況でしたが、あらかじめ準備していた円筒の仕掛けでうまく尺アジを釣ることができました。まあ欲を言えば40センチアップのギガアジが釣りたかったところですが、僕自身サイズにこだわりがあるというよりかは、情報がない場所でアジを探していくまでの過程に楽しさを感じるタイプのちょっと変わった人間なので、今回の釣りはサイズに関係なくめちゃくちゃ楽しかったです。で、今回釣ったアジはしゃぶしゃぶにしましたが、ちょっとしゃぶしゃぶっとするだけで余分な脂が落ちるので、さっぱり食べれて超美味しかったですね。日本酒との相性もめちゃくちゃ良くて、クイッと一杯最高の晩酌を堪能できました。さて、だいぶ寒くなってきましたが、まだまだいいサイズのアジが釣れている地域もあると思います。風対策をしっかりして冬のアジングを楽しんでくださいね。今後もアジングに関する濃い情報発信も頑張っていきますので、よろしければチャンネル登録と高評価、そしてコメント欄をポイッとスワイプしてハイプで応援ぜひお願いいたします。それでは今回の動画は以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。最後に、アジングで釣れなくて悩んでいるあなたへお知らせです。ルアー釣り未経験からアジングを始めた僕が累計3万匹以上釣って学んだ初心者でも釣れる型をまとめた電子書籍を作りました。アジング初心者応援企画として概要欄のリンクよりプレゼントしていますので、ぜひご覧ください。